今回の動画では8章実装と同時期に実装されるオペレーター。今の私はロドスのオペレーターに過ぎない。あなたの指揮に従う。重装オペレーターマドロックの紹介及び概説を行っていきます。サルカズの傭兵マドロックだ。あなたがドクターか。何度もロドスに救われた身だ。今こそ恩義に報いさせてもらう。マドロックはサイドストーリーボルモンドの白母やオムニバスストーリーアリシ日の風を求めてでも登場したカズデル出身のサルカズ人で、現在はマドロック小隊と呼ばれるサルカズ傭兵とボルモンドで合流をした感染者たちを擁する部隊のリーダーです。以前はレユニオンのチームの一つとして動いてはいたようですが、マドロック小隊自体はレユニオンとの意見の相違からチェルノボーグ事変よりも前にレユニオンから離れており、チェルノボーグ事変及び論面事変には参加しておらず、レユニオンが本格的に活動を始めたのはチェルノボーグ事変からということから、マドロックはレユニオンに所属していた経緯があるにもかかわらず、被害をほとんど出してはいない人物でもあります。また、レユニオンに一時期参加をしていたのは、暴力で感染者の権利を訴えるためというよりも、あくまでも戦火から逃れたいがために参加をしていたというものであり、マドロック自体は争いを好んではいません。むしろ嫌っている傾向があり、ボルモンドでの騒動等を見てもわかるように、マドロックが戦闘を仕掛けた場合よりも、種族や地位、身分などから戦闘に巻き込まれてしまい、生き残るために戦火に身を投じていたということが多いようです。ただ、戦闘を嫌ってはいるものの、決して弱いというわけではなく、重装甲な見た目に違いはなく、防護服はオリジニウムアーツによって強靭かつ巨大なものとなっており、実際の身長よりも大きく膨れ上がったものとなっています。そのため、マドロックが実際に装備を脱ぐまでは、マドロック小隊の人たちでも、マドロックが女性であるということを知らなかったとのこと。また、時折、小隊の中に去る数の女性が現れていたようですが、この女性がマドロック本人だったということも知らなかったようです。マドロックは戦場では装備は絶対に脱がないと決めているということや、サルカズ傭兵たちはちゃんとした名前がないということからもわかるように、個を重視しない傾向にあるので、マドロックの正体を誰も知らなかったというのは仕方のなかったことなのかもしれません。そして、マドロックは劇中でも多用していたように、岩と土を自在に動かし、いわゆるゴーレムのような存在を生み出すことができます。これは、マドロックのアーツによって、マドロックの意識を強引に土や岩に介入させ、土や岩で作った巨大な物体をまるで自身の四肢の延長として使うというものであり、この特殊なアーツは彼女が純粋なサルカズであるということを知らしめるものとなっています。そしてマドロックはこのサルカズ由来のアーツだけではなく、リターニアのアーツも独学で得得しており、アーツに対しての適性がかなり高いことが確認できます。このことに関してマドロック自身は特に思うことはないようですが、ロドスの評価によればマドロックのこのアーツへの適性度合いは思わぬ切り札になるかもしれないとのこと。ちなみにボルモンドではたびたびマドロックは独り言のようにつぶやいてはいましたが、どうやらこれはオリジニウムアーツの効果によってマドロックは土や岩と奇妙な共感を築いているからだとのことで、奇妙な話ではありますが、マドロックからすれば土と岩は大半の人よりも親しい存在なのかもしれません。そしてマドロックのプロファイルにはボルモンドがあの騒動の後どうなったのかも記載されています。出所が不明な遺体は誰なのか、トールワルドが逃げおおせた後何をしていたのかなどが明確に記載されていますが、マドロックの資料とは大きく離れた内容となっているので、今回の動画では割愛させていただきます。マドロックのモチーフとされている生物は、8章の PV にてマドロックのハンマーが大きく映し出された際に確認することができる文章、For a Evil Man Will Be Cut Off は、旧約聖書に収められた150編からなる神への賛美の詩である。詩編の37編第9節に記載されている。悪を行う者は立ち滅ぼされ、主を待ち望む者は国を継ぐからであるの一部であり、このことなどから旧約聖書に登場する陸の怪物、ベヒモスかと思われます。ベヒモスは今でこそ悪魔とされている神話の生物ではありますが、もともとは神によって創造された生物であり、性格は至って温厚。すべての生物からは慕われる存在で、
世界の終末の際には選ばれし者の食料になるという、いわば生きる食料庫とも言える存在です。しかし、その体の大きさから食べる量が尋常ではなく、1日に1000の山の草を食べる獣という点がフォーカスされてしまい、ベヒモスは転じて暴食であり、貪欲を司る悪魔と捉えられるようになってしまいました。なお、ベヒモスという名称は、ヘブライ語の獣を意味するベヘマが元となっており、その複数形であるベヒモスになっているのは、ベヒモスがあまりにも大きすぎて単数形では表現することができず、まるで複数の動物が集まっているようにも見えるから、ベヒモスにしたということのようです。この姿が新鮮？それは戦闘中は防具を脱がないと決めているからな。理由はいろいろあるが、今はもう違う。このままで色だと、それが命令だというのなら。マドロックはバルカンと同じ味方からの回復を受け付けない自己回復型の重装オペレーターで、バルカンに次いで2人目となります。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスはバルカンに準じたものとなっていますが、レアリティが上昇したことによって配置コストも上昇。最大で実装されているオペレーターの中では現状最も高い36となっています。時点がバルカンの35となっているので、自己回復型重装は最もコストが重いカテゴリーという位置づけなのでしょう。HP や攻撃力などのステータスも配置コストに比例してかなり高いものとなっており、HP と攻撃力は重装としては規格外である UNEC テスに次ぐ数値で、防御力こそは2円や星熊と比べると120程度低くはなっていますが、それでも最大で662あり、重装としては必要十分な防御力となっています。そもそもマドロックは口述する素質やスキルによって敵の攻撃を無効化し、HP を回復して耐久性を実現しているというタイプのオペレーターなので、2円や星熊のように真正面から防御力で敵の攻撃を軽減するというタイプとは異なっています。本質的には異なってはいますが、性質としては回復によって耐久力を実現している。サリアやニアールのような回復重装にやや近いものになっています。素質、翼道その身には9秒ごとに自身にシールドを付与するというもので、シールドは最大で3枚まで同時に所持することが可能で、シールド1枚につき敵の攻撃を1回完全に無効化することができます。そしてシールドは破壊されたタイミングでマドロックの HP を最大 22% 回復します。つまり、マドロックはシールドのみで、おおよそ45秒間で敵の攻撃を5回無効化することができ、HP を完全回復することができるということになります。マドロックが他のオペレーターから回復を受けずとも、完全に短期で生存し続けられる理由がこの素質にあり、1回シールドが割れるごとに、最大で974の HP が回復するため、回復のタイミングこそ常時シールドが割れている状態ならば9秒に1回という頻度ではありますが、元々の耐久力の高さも相まって常に攻撃を受けているという場合でなければ、ほとんどの敵に対しては HP の減少に回復が追いつく形となるでしょう。そしてもう一つの素質、同族漱石はサルカズから受けるダメージを 30% 低下させるという至ってシンプルな効果となっており、対象となる敵ユニットは現状ではサルカズ狙撃兵やサルカズ突撃兵といった主にサルカズという名前がついた敵ユニットの他にマリアニアールで登場した腐敗騎士や朝礼騎士、そして7章のボスであるパトリオットなどが該当します。一見するとあまり使いどころがない素質にも見えますが、サルカズ系の敵は意外と出現する場面が多く、サルカズ系はどれも厄介な敵ばかりなので非常に嬉しい素質となっています。特に今後の危機契約ではサルカズ系が頻繁に出現するので、活躍することが約束された素質にもなっています。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、防御力プラス29、素質1強化、コストマイナス1となっており、主に耐久性を上げる方向に強化される内容となっています。そのため、可能であれば潜在5段階目まで強化しておきたいところではありますが、マドロックの性能を極端に上げるというわけではないので、基本的には潜在は一止まりでいいでしょう。コストに関しては、マイナスにされたところで焼け石に水なので、無視で構いません。
キル1、防御力強化ガンマは、グラニやバイソンも所持している汎用スキルの一つで、スキル発動中はマドロックの防御力を上昇させるのみという非常にシンプルな性能となっています。シンプルがゆえに使用用途も非常にわかりやすいものとなっており、基本的にはマドロックの防御力を大きく強化したい場面や、素質2の効果をより有効に活用したい場面に使用することが想定されます。スキル1の防御力と他のオペレーターのスキル発動時の防御力を比較した表が上記の通りとなっており、マドロックの防御力は他の防御型重装と比べると低いものとなっているので、防御力の上昇値が割合上昇となっているスキル1の効果も、おのずと他オペレーターの上昇値よりも低くなり、スキル発動中の防御力は自己回復型としてはやや心もとない数値となっています。また、攻撃性能が強化されるということもないので、戦闘が長期化してしまい、敵からの被弾数が多くなり、大量のダメージを受け、シールドによる回復が間に合わないということも起こりがちです。端的に言うと、自己回復型の重装オペレーターは、高い火力による短期決戦によって受けるダメージを減らし、HP を能力によって回復していき、生存能力を高めるということを得意としているので、防御系のスキルとは相性が悪い傾向にあり、マドロックもその例外ではありません。言うなれば、マドロックからすれば、敵にシールドを割ってもらい回復できた時点で、その敵は用済みであり、回復した瞬間に敵を倒すというのが最高のサイクルとなります。つまり、もともとマドロックは敵の攻撃を耐えるタイプの重装ではありません。いわば、このスキルはマドロックのコンセプトから外れたスキルとなってしまっているため、使いどころがかなり限られているというわけです。攻撃速度の遅い敵が遠距離から攻撃してくるというような場面であれば有効になる可能性はありますが、そういった場面では星熊のような反射ダメージ持ちの重装の方が有効となるので、マドロックをわざわざ運用する必要性が乏しくなっています。これらのことや特化によるスキルの強化率を鑑みて、このスキルのレベルは7で据え置いてしまってもいいでしょう。スキル2、ロックブレイクハンマーは SP が溜まっている状態の次の攻撃時、マドロックがハンマー投げのようにハンマーを振り回し、周囲の敵すべてにダメージを与え、さらにダメージを受けた敵を一定確率でスタンさせ、自身の HP も一定割合で回復するという攻守が揃った性能を持つスキルです。重装の中では高い部類に入る攻撃力をさらに強化するため、大半の敵に大きなダメージが与えられるだけでなく、素質の効果によって高い自己回復能力を持つマドロックにさらに自己回復能力を追加するという高い生存能力が売りとなっています。極めつけは SP の回復条件が悲劇となっているので、ダメージを受ければ受けるほど殲滅力が増し、回復能力も増すという敵が多いほど強力になるスキルとなっています。スキル2の性能と他のオペレーターのスキルの性能を比較した表は上記の通り、なお、マドロックのスキルは悲劇回復となっているので、発動間隔は環境によっては大きく前後することになりますが、今回はできるだけ公平性を期すため、SP の回復速度は1秒につき1としています。また、平均 HPS に関しては、シールドが破壊されることによって発生する回復も追加した上での数値となります。マドロックのスキル2の火力は1800を超える数値となっており、団体の敵に対してであれば、常時威力が1400を超え続ける UNEC テスと比べると、そこまで高い数値というわけではありません。ですが、マドロックのスキル攻撃は範囲攻撃となっており、敵の数が多ければ多いほど、一度に与えられるダメージは増加していきます。仮に周囲に敵が3体いるような状況であれば、敵の防御力を無視するのならば、一度に与えられる合計ダメージは5500を超えることとなり、そのような環境はマドロック単体でも容易に構築することができるので、実際の殲滅力は必要となる SP の少なさとは裏腹のものとなっています。HP の回復量に関しては極端に高いというわけではありませんが、戦術したように攻撃を受ければ受けるほど回復するという特性上、毎秒100程度のダメージであれば、シールドとスキルの回復によってダメージを帳消しにできるという強力なスキルとなっています。敵の攻撃力次第では敵の数が多ければ多いほど殴られているのに HP がどんどん回復するという他のオペレーターにはない挙動を見せることも多々あるでしょう。総じてマドロックを雑に扱いたい時に非常に活躍するスキルであり、
このスキルをセットしておけば、大半のステージではマドロックは完全放置で勝手に暴れ続けてくれるという、高性能かつメンテフリーな性能となっています。マドロックを運用する際に、どのスキルをセットするか迷っているのであれば、とりあえずこのスキルを使えば良いというほどには万能なので、マドロックを入手した際には、このスキルを特化3まで上げておくことをぜひともお勧めします。スキル2、汚れの血脈は、スキル発動後、マドロックは無敵状態となる代わりに攻撃が停止し、ブロックもできなくなり、周囲の敵の移動速度はマイナス 60% される状態が10秒間継続後、マドロックが立ち上がり、周囲にいるすべての敵をスタンさせ、攻撃力と防御力が上昇、攻撃間隔が短縮、さらにブロックしている敵すべてを攻撃するようになります。なお、この際の無敵時間中は敵の攻撃を一切受け付けなくなるので、シールドも回復することとなります。無敵時間中は敵がすり抜けるようになるため、特に猟犬といった移動速度が速い敵がいる場合には、スキルを発動させるタイミングを気をつける必要はありますが、その他の敵であれば移動速度が減少するため、敵が目の前でいるような状況で発動させなければ、ほとんど抜かれることはありません。また、無敵状態となるのはあくまでもマドロックだけなので、マドロックの後方にオペレーターを配置するだけで敵の抜けを防止することも可能です。無敵時間終了後は敵を最大で5秒間スタンさせ、マドロックが上昇した攻撃力と短縮した攻撃速度で全力でブロックしている敵すべてをハンマーでひたすら20秒間殴り続けるため、見た目にたがわぬ凄まじい火力を発揮してくれます。スキル3の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りとなり、一見するとそこまで DPS も総ダメージも高くはないように見えます。しかし、マドロックのスキル3は団体攻撃のスキルではなく、最大で3体の敵まで同時に攻撃できるスキルであり、現状、重装オペレーターの範囲攻撃ができるスキルの中では最も DPS が高いスキルとなっています。前方1マスにいる敵全員を攻撃するという明らかにおかしい星雲を除いてですが、現実的な範囲であれば、マドロックが範囲攻撃ができる重装の中では最も高いダメージを叩き出し、理論値では星熊が団体の敵であれば U ネクテスが最も高いダメージを叩き出すということとなります。スキル3はスキル2と比べるとやや癖のある性能にはなっていますが、発動に必要な SP は少なく、手軽にマドロックの性能を大幅に強化することができ、大技なのにもかかわらず連発しやすい点は他の星6のスキル3にはない特徴です。また、無敵時間中も敵の移動速度が減少し、配置順次第では攻撃が集中することになり、間接的に遠距離系の敵の攻撃を一時的にほぼ無力化することもできます。欠点はやはり自己回復を完全に素質のみに頼ってしまうということになる点で、ブレミ社員やパフューマーのようなリジェネタイプの回復能力を持つオペレーターがいなければ、HP 管理が不安定になりやすいということでしょう。ただ、それさえ克服してしまえば、凄まじい火力を持つスキルとなるので、相手を一網打尽にしたい時などにはおすすめのスキルとなっています。以上のことや特化に必要となる素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7以上にすることをお勧めし、特化レベルに関しては1から3すべてがおすすめとなります。マドロックの基地スキルはどちらも加工書に関するスキルとなっており、一つ目は加工書にて昇進素材を加工する際は必ず消費体力が2になるというもので、マドロックを配置した状態で昇進素材を加工するのであれば、必ず加工可能回数は12回になります。メリットにもデメリットにもなるスキルと言えますが、加工の際は消費体力は2以上になることが多いので、基本的にはメリットとして捉えることができるスキルと言えます。もう一つの基地スキルはいわゆる DIY 系のスキルとなっており、マドロックの場合は原岩系の素材を加工するときのみ、副産物の生成確率をプラス 90% します。原岩はマラソンの聖地である1-7の集会にて大量に取得している方もいることから、この効果を待っていたという方も多いのではないでしょうか。特に上級原岩を加工する際には、副産物生成確率プラス 90% に加えて、体力消費は2固定となるので、高い副産物生成確率と多くの加工を両立することが可能となっています。それでは実際にマドロックを使用していきます。今回使用するステージは H7 の1。
マドロックのステータスは昇進2のレベル90、スキル3の特化3となります。それではひたすらマドロックが回る様をどうぞ。戦場、それは変わらぬもの。私の声に応える。このように遠距離攻撃の敵がいればいるほどマドロックの SP はたまり、マドロックの回転は加速します。こうなるともはや敵のダメージよりも回復速度が上回る形となり、敵の攻撃をものともしません。チェーンソーのうなり声が聞こえる？連綿する山々となる。連綿する山々となる。よく見る。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。よく見る。祝うよ。立ち上がれ。大地こそが我が友。はい、あんなの悲しいです。よくだよ。祝うよ。立ち上がれ。大地こそが我が友。大地こそが我が友。どれほどの罪を重ねてきても、その命と共に塵に帰るでしょう。マドロックは特にスキル2をセットした際の性能は完全に自己完結しているタイプのオペレーターといえ、ほとんどの場面において短期でひたすらハンマーを振り回し敵をなぎ倒し HP を回復するというブレイズ以上にメンテフリーなオペレーターと言えるでしょう。プレイヤーがすることはコストを貯めて配置するだけ、たったそれだけで敵をなぎ倒してくれます。スキル3はスキル2よりかは手入れが必要ではありますが、大技スキルの中では必要な SP は少なく、比較的手軽に高火力を出せるものになっているので、慣れれば多用することもできるでしょう。総じて特性から感じる扱いづらさとは裏腹に、非常に扱いやすい初心者にもおすすめのオペレーターになっています。手持ちがあるのであれば、ぜひとも入手しておきましょう。今後のステージ攻略が間違いなく楽になります。以上でマドロックの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。一人で泥人形に話しかけていた？まさか見られていたのか？あれは簡略化された儀式の一つで、実は皆知っている？本当か？では次は気をつけよう。人気のない深夜に。それもやめろと。